俺の名前は春樹、28歳。ごく平凡な毎日を過ごす独身サラリーマンだ。会社にも毎日時間つぶしに来ているようなものだった。今日も暇だな。またネットでも見るか。唯一の楽しみといえば帰宅後のビールとお笑い番組だけだったこいつら超面白い。そんなある時、俺に人生最大の幸運が訪れた。本日ジャンボ宝くじの当選番号が発表になりました。そういえばジャンボバラ30枚買ってたよな。一応確認すっか。どれどれ。あれ、これって1等当たってるじゃねえか。よっしゃー、これで人生勝ち組じゃ。宝くじは当選してもすぐにはもらえない。もらえるのは抽選日の5日後だ。3億円か。金入ったら何買おうかな。とりあえず5日間会社を休むことにした。あ、課長すいません。インフルエンザにかかっちゃいまして。朝一番で M 銀行へ向かった。俺は応接室に通され、当選金受け取りの手続きを行った。当選金の受け取りは防犯上の観点から振り込みを勧められた。では2週間後にご指定の銀行口座に3億円をお振り込みいたします。ちなみに宝くじの当選金に税金はかからない。3億円の当選なら3億円が丸々受け取れる。ただし当選金自体に税金はかからないが、身内や友人などに分配すると贈与税がかかるので注意が必要だ。そして最後に1冊の本を渡された。本日からこの本をよくお読みください。それはあの有名な本だった。その日から読む本。突然の幸運に戸惑わないために。この本は M 銀行から高額当選者に渡される非売品の冊子だ。この本には高額当選者が考えるべき事柄が丁寧に解説されている。当選直後は誰もが興奮状態にあるため、冷静になるよう促す目的でこの本は作られたようだ。というのも高額当選者の中には当選後に不幸になるものが多いからだ。実際高額当選をすると、その当選者の行動によって様々なトラブルが起こる。中でも最も多く起こるのが家族や親戚との金銭トラブルだ。また宝くじに当たるとどうしても自慢したくなるため、自分から周りに話してしまう人が多い。中には隠そうとする人もいるが、最近あいついろいろ派手じゃね？宝くじでも当たったんじゃねえの？結局は隠しきれなくなって自分から話してしまう。でも今の俺にはこの本に書いてあることは全く頭に入らなかった。金入ったら何買おっかな。とりあえず車欲しいな。流行る気持ちを抑えられず、再び朝一番で M 銀行へ向かった。そして通帳を ATM に差し込み確認すると、3億円が入金されていた。よっしゃー、これで死ぬまで楽できるぜ。すぐに会社に連絡した。すいません、一身上の都合で本日付で退職させてもらいます。次の日から俺の人生は一変した。まずは憧れていた高級車ディーラーへ行った。これもらえるかな？ありがとうございます。次に夢だったタワマンを見に行った。気に入った。ここ借りるわ。ありがとうございます。その後1ヶ月間、俺は高級アイテムを買い漁り、毎晩高級キャバクラで豪遊した。そして店で一番人気のキャバ嬢にハマった。カーレン、次は何が欲しい？もっと速い車が欲しいかな。また車かよ。しょうがねえな、買ってやるよ。やったー、春樹さん大好き。2週間後、俺とカレンは豪華客船で世界一周旅行へ出かけた。もちろん旅費は全額俺の負担だ。当選金の残りは3000万円まで減っていた。さすがに使いすぎたか。やべえな。とりあえず投資かなんかで増やすしかねえか。でも投資ってどうやればいいんだ？ダメだ、投資とかさっぱりわかんねえわ。結局学生時代ハマっていた競馬で金を増やすことにした。初めのうちは爆当たりしまくった。よっしゃ、競馬楽勝や。しかし次第に当たらなくなり、最終的には300万円も負けていた。クソが。熱くなった俺はその日から毎週競馬場へ通った。そして金はどんどんなくなっていった。当選金の残りはわずか300万円となっていた。あとこれだけかよ。この先どうしたらいいんだよ。もしもし、カタル不動産ですが、先月分のお家賃50万円のご入金が未だ確認できておりませんが。すぐに振り込みます。こうなったら競馬で最後の大勝負に出るしかねえ。追い詰められた俺は高級アイテムを全て売り払い、全財産を持って競馬場へ向かった。そしてその日のメインレースに有り金を全てつぎ込んだ。
バンバン刺せ。頼む、刺してくれ。奇跡は二度と起こらなかった。一度覚えた派手な生活がやめられず、俺は消費者金融で金を借り、家賃を支払った。それでも働く気はなく、借金で競馬を続けた。その結果、3ヶ月後には借金の総額は500万円にまで膨らんでいた。ついにどこからも借金ができなくなり、俺は積んだ。出てけおら。タワマンは追い出され、消費者金融からは借金返済の督促に追われた。そして俺は自己破産した。俺は今、日雇いのバイトをしながらネットカフェを転々としている。いわゆるネットカフェ難民だ。今では宝くじに当たる前より生活は悪くなってしまった。まさに自業自得だ。ああ、あの本ちゃんと読んでおけばよかったな。